ようございます。おはようございます。もう撮ってるんですか？はい。今日は試着みたいな感じで撮るんで。ビル系ですか？ドキュメント系です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと改めて自己紹介いいですか？どうも、台湾人です。今日はお土産の台湾のお茶を作りに来ました。お土産の台湾のお菓子がお茶のブランドを作りに、今回はまだ完成形じゃないんですけど、サンプルを作りに。今回会う人っていうのはもう結構何回も何頭に行き来して会ってきたんですか？何頭で会うのは3回目ぐらいですかね。お茶の農家やってる方？そうですね、お茶の農家やってて、100年ぐらい台湾の南東でお茶をやってて、かなり歴史あるお茶屋さんですね。今回はそのギフト用のお茶をちょっと見に行くというか。そうですね、ティーパックにしてもらってるやつをこっちで用意した袋にちょっと詰めて入れていくみたいな。どんな感じかみたいな。延べどれぐらい回ったんですか、農家？延べ農家自体は多分10ぐらいですかね。半年ぐらいで。でもいろんな展示会とかも行ってるんで、多分100以上はいろんな茶農家さんのお茶は飲んできてるような。もう今体のほとんどはお茶でできていると言っても過言ではない。まあコーヒーも好きなんですけどね。まあおいおい、まあおいおいコーヒーもやりたいな。谢谢谢谢，好久不见。那个白色是。彼はドンダーっていうお茶屋さんの次男。你的兄弟是4个人，哥哥，然后2个姐姐，两个姐姐とで自己弟弟ですね。ちなみに彼は日本語もできる。はい。で、对不对？少し。他朋友的那个拍摄是，他也那个那边的，还有他会讲中文吗？会讲，他比较好。还好，差不多吧。都过来台湾很久了，对啊，大概3年。3年了。对。哦，如果你不讲那个，应该是人家不会说你是日本人。因为他国语讲得很好。国语讲很好，还好。对啊。啊，他很好。中文好不好学？中文很难耶。但是我们觉得你们日本文很难呐。对，也很难。也很难。那你先喝个茶吧，先喝个茶来。谢谢。茶那个茶切。谢谢。来了吗？先喝个茶。好。爸爸です。爸爸说，妈妈都友達。这个是台湾，台湾，高山茶最高山茶最高的，在台湾是茶乌龙茶里面是一棒的，一番的，好喝的。止めどなくいろんなお茶を飲ませてくれるんで、いろんなお茶があるから、まあでもそのいろんな10種類とか何種類飲んで、それの中でやっぱ自分に合うやつとかを選んでくる。
み上げ作ってるやつのお茶がヤバ、日本でもチョコレートとかに入ってるはいやつがあって、はいそれの金木犀の花を入れたそのギャバウーロン茶ってやつ今作ってて、それ結構ギャバって8時間ここでもう寝かして、なんかもう空気と触れさせないようにして、でもう一回出してなんかやって、そのギャバの成分が出るらしいんですけど、でなんかそのギャバ自体は、まあ、リラックス効果高いとかって言われてたりとか、カフェインがあんま入ってなくて、はいはいだから結構リラックスできて夜寝る前とかにも飲めるあ、なるほどお茶みたいな。寝つきが良くなるというかそうそうそう眠るこん中の乾燥させるんですか？乾燥させるみたいな。なるほまあ、取り出してなんか3日間2日3日間ぐらい2点3点どやるみたいです。これは一押しのお茶ですね。さっきあっちで寝かしたりとかローリングさせた後のやつがそんな感じ。ここで割といつものよく見るような原型になるってことです。よく見るような形になる。ウーロン茶だとここからこう小さいやつにこうもっと小さくしていくんですよ。これまだあれですもん、乾燥はしきってないやつです。そうです。これだ。ここで小さくなります。あ、最後方だな。对，算是最后的。ここで選別して最終的に残ってでパッケージ化されていくわけです。焙煎するとああいう白いカフェインが出てくるんですよ。あ、カフェインって白色なんや。焙煎するところだとみんなこんな感じでなんか白くなってます。じゃあカフェインが待ってるってことか。ここに長時間いたら寝れなくなる。ああ、谢谢。これをこのパッケージに入れると。でこれで最後にこれでプレスするってやつですね。でも密封状態にさせるっていうようなやつですね。ここで商品が完成するんですね。はい、そういうやつ。今からちょっとギフトの写真を撮ります。台北で普通に買うお茶だと背景がわからないんで、こういったところで自分で探して、生産者の人と話して探したお茶の方が、おすすめしやすい。それ背景してて、ちゃんとこだわってるところはこだわって作ってる、自信持っておすすめできるみたいな。そうですね。台北で売られてるやつだと本当わからないですね。場所の名前しか多分出てないと思うので、アリさんとかそういう、南東とかみたいな感じで、賞を取ってる取ってないみたいなやつは書いてありますけど、その賞がじゃあいいのか悪いのかすらも分かんないのに買うんだったら、こうやって畑見て、茶畑見て、生産者見て話して、いろんなお茶飲んだ方が、すごいいいですね。あと単純に生産者の人と話したらやっぱり勧めたくなりません。美味しかったら美味しかったら。そうですね。あとやっぱりちゃんと農薬検査してるとか、で農薬のレベルとかも全然ないとか低いとか、あとはギャバの、リラックス効果をゾンシン大学っていう台中の大学と一緒に研究してて、でちゃんとそのお茶を飲むことでリラックス効果が得れますよみたいなエビデンスみたいなやつもあったりとかしてるんで、だからなんかリラックスできるお茶をちゃんと追求してるなっていうのもありますね。ギャバってあんま台北で見たことないですけど、あります？いや、ないんですよね。あんまギャバっていうギャバないんですよ。だからギャバを日本に広めようと思ってギャバ茶のね。日本没有吗？
龍茶の場合金木犀の花が入るんですけど、ここのやつはその花が入ることで、そのギャバだけだとちょっと飲みづらいのが、花が入ることで花の香りと一緒に飲めるからすごい僕はいいなと思って、ぜひ飲んでもらいたいですけど、まあ、非売品なんで誰も飲めないんですけど誰も運よくお会いした方はっていう。僕がお会いした方にはちょっとギフトでプレゼントしますから。これからじゃあなんか販売しようとしてるのは、そういうなんか目的別というかリラックス効果があるようなお茶、なんかそういう特色別に分けて販売していく。そうですね、基本的にはリラックス、まあ、お茶自体やっぱりリラックスできると思うので、リラックス効果の高いものとか、あとは、まあ、台湾のお茶って香りがすごいいいので、まあ、香りで今探してってますね。いろんなとこ回りながらちょっと日本とかできればアメリカとかに紹介していきたいと思います。入ります。谢谢，拜拜。そもそもなんでお茶やり始めたんでしたっけ？いや、台湾っぽいものを売るっていう時に、まあ、お茶も好きでしたけど、まあ、台湾と言ったらなんだみたいなところで、結構コーヒーとかは、はい、台湾コーヒーとかアリサンコーヒーって若い人がやってるじゃないですか。確かに。でなんかまあ今っぽいものもできてるし、日本に出してる人も多いんですけど、あんまお茶ってたくさんプレイヤーたくさんいるのにあんまり進んでないなっていうところがあったんで、あとお土産で必ず日本の人とかみんな買ってくるの台湾茶なんで、まあ台湾茶にしたって感じですかね。お茶って結構その土地土地によって味とか、その感じが違うので、それを見て回るとかしてる人もまあそんなに日本人でも多くなかったんで、まあ、それを伝えながらお茶を紹介していくっていうのはまあ一ついいのかなっていう確かにありましたね。まあ、あとやっぱ年なんで年になってきたし、まあ、ターゲットも自分か自分以上の人たちになってくると、まあ、お茶の方が飲みやすいし、まあ、考えやすいみたいな。そうですね。あとやっぱりリラックスしてもらいたいなっていう感じですかね。まあ、自分もリラックスしたいし、みんなリラックスみたいな。みんな疲れてるから。ディーファージェに来ました。ひとまず出来上がりました。出来上がりました。何ヶ月だ ?8 月ぐらいから行ってるから、8、9、10、11。4ヶ月、5ヶ月ぐらいですね。動き始めてからは。最初何が一番大変でした？最初大変だったのは、まあ、そもそもお茶詳しくなかったんです。はい、そのお茶の種類とかを覚えるっていうか、飲むのが大変でしたね。とりあえずひたすらいろんな種類飲みまくって味を覚えてとかっていうのが大変でしたけど。それとも最初から農家回ってたのか、まずなんかとりあえず全種類買ってみてみたいな。もうなんか買うとやっぱ高くついちゃうんで、展覧会何巻とか
ってたくさんやってるんですよ。スマホとかでやってるんで、そこにたくさん出店してるんで、もうそこ全部ひたすら飲みまくっていくみたいな感じでやって、で美味しい自分に合ったとことか日本人ちょっと合いそうなとこだけを名刺もらって話して、でまあ交渉して、でその人の農家見に行ったりとかしたりとかしてました。今日行ったところも南岸で。そうですね、そこも初めて行ったところかな。もう小さなイベントに出てて、そうその時僕はあんま興味なかったんですけど、嫁さんの方がそれ興味あって、でそっからみたいな感じ。そこからまあ自分の傾向、好きな傾向とかも掴んで。そうですね。難しいですね。未だにどれがいいのかわかんないですけど。でも自分がいいものだけでいいかなみたいな。もう誰かがとかになるともう決められなくなっちゃうんで。そうですね。そこからこれにしようってお茶が決まったのはどれぐらいなんですか？始めてから。これはもう2ヶ月ぐらいで決まってましたね。決まってからじゃあどういうパッケージにするかみたいな。そうですね。まあこれだと他にもお茶立て続けに出したかったんで、まあ他のお茶も探しつつパッケージを、まあ、インスタとかで台湾のデザインやってる人とかに DM 送って、で直接話しに行って、で何個かラフ案とか出してもらいながら進めたりとか、まあ、これは台中のデザイナーなんですけど、台中に 2,3 回、まあ、家も行ったりとかして、で、まあ、作ってもらったみたいな感じですね。まあ非売品ですけど結局どれぐらいのデザイン案出たんですか？トータル何人にお願いして。多分3人、まあでもそんなたくさんはやってなくて、あんまお願いしすぎて断るのも悪いかなと思ったので、ポップな人と高級ラインみたいな感じでちょっと分けてお願いして、でポップな方は4回ぐらい出してもらったかな。台中の方はまあその台湾っぽさと高級感っていうポップ感なしの方で進めてて、でまあ見た通り本当ガシッとしたやつが上がってきて、まあ、台湾っぽさは何が台湾っぽさかちょっとよくわかんないですけど、まあこれで1個上がったかなっていう感じですね。まあ、ちょっと台湾の形が見えにくくてちょっと微妙ですけど、作ってみないと分かんなかったんで、やってみたって感じです。どうすかね。いいと思いますけど、このギャバは本当に見たことないですけど、初めて知りましたけど。ギャバですか？日本だとなんか本当チョコレートとかギャバチョコみたいな。それがまあ全部リラックス効果なんですけど、でこれはもう本当お茶に直で入ってるんで、だからいいらしいですよ。夜とかコーヒーとか飲めなかったりとか、お茶も大体カフェイン入ってると思うんで、これカフェインないから、まあ正確にはあるんですけど、まあ、ちょっとしか入ってないんで飲みやすいって感じです。カフェイン効きすぎる人は眠れなくなっちゃうじゃないですか。合うかもしれないですね。僕寝る前にカフェイン飲んでも大丈夫なんですけど、そういった時いいかもしれないですね。あともうこれの立て続けに2個ぐらい、3つか、あと3つぐらいはあるんで。今日南東で、あと他のどこら辺のものですか？あとはアリさんと、あとタイドン、まだタイドンは行ってないんで、アリさんは来月予定にしてて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。まだ撮るんですか？さっきで一回締めと思いましたけど。もうここの帰り必要なくないんじゃない？いや、台湾飯の一日はまだ終わらないでしょ。
そういうあれの撮影でしたっけ、今日は。そうです。あ、なるほど。これは最後、さよならっていうところまで撮り続けるやつです。ちょっと最後にあっちの方寄ってってもらって最後にここで、かご屋さんですね。お客さんにお土産あげるときに、これでお土産詰めてあげてるんで、これになんかお菓子とか入れたりとかして、プレゼントしてるんですけど、どれがいいんだろう。それのもう一回り大きいやつがあれば嬉しいです。ちっちゃすぎっすよね。まあ、犬の散歩とかには使えそう。なかなか絶妙なサイズ感ですね。小さすぎる。これ明るすぎないですか、なんか色が。確かになんかコントラスト効いてる。こんな感じでしたよ。ああ、それぐらいのサイズ感嬉しいっすね。でもこれもなんかいい感じの。これでいいかな。良いのではないでしょうか。犬の散歩に。犬の散歩に。このぐらい買います。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。台湾飯の一日が。でももうこれで一日終了です。あとは帰って寝るだけという。帰って仕事ですね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ動画楽しみにしてます。ちょっとじゃあお茶飲んだら感想教えてください。ああ、そうですね。とりあえず来年のじゃあブランドスタートに向けて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。バイバイ。はい、今回は台湾飯さんこと野崎さんの一日に同行させていただきました。今回はそのお茶のブランド開発の一部始終をちょっと撮らせてもらったわけですが、はい、来年から本格的に始まるみたいなので楽しみに今後もやっていけたらと思います。ということで本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。